女性が囁く。私たちほど愛し合ってるカップルは世界中探してもいないわよね。男性が答える。いや、もう一組いるよ。水の中を見てごらん。水面に自分たちが抱き合っている姿が映っていたのだ。水門の向こうにベニスの有名なセントジョルジュ教会の塔が見える。ヨーロッパの人たちは、あまりに美しいベニスに感動して、ベニスを見てから死ね、と、古い時代から言い続けて現在に至る。20世紀前半に活躍したドイツの小説家トーマス・マンは、19世紀後半から20世紀初頭の作曲家、ギュスターブ・マーラーが、ベニスで出会った美少年への思いを描いた小説にベニス・ニシスのタイトルをつけた。コトリアリス、草焼き木が彼らを見守る。水門の上の質素な家は彼らにぴったりだ。世界一美しい水上都市、ベニスを背景に世界一、愛し合う恋人たちが、そのベニスの海で愛を確かめ合い、愛に酔いしれている。その恋人たちの世界を描写してみよう。ここは、世界で最も美しい水上都市、ベニス、その静かな運河を、小さなボートがそっと滑るように進んでいく。乗っているのは、ペイネの描く、あの恋人たち。愛を語り、未来を夢見、ただ静かに、二人だけの夏を楽しんでいる。女性がつぶやく、私たちほど愛し合ってるカップルって、世界中探してもいないわよね。すると彼は、優しく微笑んで、こう答える。もう一組いるよ。水の中を見てごらん。水面に目を落とすと、そこには二人がしっかりと抱き合っている姿が、そっくりそのまま映っている。まるで、現実の二人と、水の中の二人が、時空を超えて、互いの愛を確かめ合っているようだ。その背景に描かれているのは、ベニスの名所、サンジョルジョ・マッジョーレ教会の塔、遠くに佇むその姿が、二人の静かな愛を見守っている。ヨーロッパの人々はベニスを見てから死にと、あまりに美しいこの都市に、人々は何世紀にもわたってそう語ってきた。ペイネのこの作品もまた、ベニスという都市が持つ永遠の美と儚さを背景に、現実と幻想、現在と過去を静かに交差させているのだ。ボートの周りでは、小鳥やリス、霧たちが、彼らの愛をそっと見つめている。水門の上の質素な小さな家は、彼らの質素で豊かな愛の世界を象徴している。ペイネが描く愛は、富や名誉よりも、二人だけの世界がすべてを照らす。二人はただ、ベニスの海に身を委ね、水と風と光とともに、愛に酔いしれている。季節を超えて語り継がれる、ひと夏の死。時間がたまったかのような静寂の中に、永遠の愛が、そっと描かれている。ベニスは、何世紀にもわたり、芸術家たちの想像力をかきたててきた水の都であり、ルネッサンスの画家ティッピアーノ、ベロネーゼ、テントレット、18世紀のガナレット、19世紀イギリスのターナ、彼らが描いたベニスは、光と水、そしてロマンに満ちた夢の都市だった。その伝統の末裔として、20世紀の詩情画家、レイモン・ペイネは、独自の方法でこの都市を描き出している。その代表作の一つ、夏のボート遊びを、絵画史の流れの中でご紹介しよう。船に揺られる恋人たち。この構図は、19世紀フランスの印象派、トクニ・ルノワールやモネの作品を想起させる。例えば、モネのあるジャンツーユの船遊び、ルノワールの船遊びの昼食、いずれも近代市民の余暇を祝福するように、光と水の田は群れを描いた名作だ。ペイネは異なる角度から、この船のモチーフを再解釈する。関心は外界のリアリティではなく、心の中の風景にあるのだ。水面に映る二人の姿。
それは現実ではなく、恋の深まりによって浮かび上がる心の鏡像でもあろう。この作品では、サンジョルジョ・マッジョーレ教会の塔が背景に描かれている16世紀に、パンラーディオが設計したルネッサンス建築の傑作であり、カナレットが数多く描いたモチーフでもある。かつてターナーはこの街を光の首と呼び、霧と水面にぼんやりと溶ける建物の輪郭を好んで描いた。レイモン・ペイネもまた、この都市そのものが主となる空間を、自らのスタイルに昇華している。ベニスの空と海、石造りの教会、水門の上の小さな家、それらすべてが、愛の静寂を引き立てる舞台装置となっている。この作品の絵画性にも触れておこう。ペイネの描線は極めてシンプルで、しかしこの線は、20世紀のバルチュスやシャガールとも共鳴する、内面的な死のための線だ。特にシャガールが空を飛ぶ恋人たちで愛の幻想を描いたように、ペイネは水に映る恋人たちで、現実と幻想の交錯を描いている。彼の世界は、説明的な写実を避け、余白と象徴によって、むしろ見る者の想像力を刺激する。ペイゲの夏のボート遊びには、文学的背景も見逃せない。トーマス・マンのベニス・ニシスを再度引き合いに出そう。この小説では、作曲家がヴェネツィアであった美少年への死亡を胸に、芸術と詩の境界をさまようその舞台となったのもまた、ベニス、組、愛と死、幻想と現実が交錯する都市だ。ペイネの作品もまた、死を描くことなくして永遠を描いている。恋人たちがボートに揺れながら、鏡のような水面に愛の姿を見つける。それは、生を祝福し、死の気配を超えていくような、静かな祈りに似ている。レイモン・ペイネは、モダニズムの激動の中で、あえて死、愛、静けさ、といった主題を選び続けた。それは、20世紀の前衛とは異なる立場ながら、ルネサンスの人文主義、ロココの甘美、印象派の光、象徴派の幻想を受け継いだ、もう一つのヨーロッパ美術の政党と言えよう。夏のボート遊びは、その総決算とも言える名作だ。レイモン・ペイネはつぶやく。世界のどこかに、こんな恋が本当にあったかもしれないと、そして、絵の中でそれを永遠にしてみせるのだ。ペイネの作品は、写実的描写よりも、極めてシンプルな線と控えめな色彩によって構成されている。それにもかかわらず、見る者は明確に風景の温度、人物の感情、空気の流れを感じ取る。これは、19世紀の日本美術、特に浮世絵の線の美学とも通じており、後のバンドで死ね、フランス語圏の漫画や、20世紀のアートブリュット、アウトサイダーアートの流れにも影響を与えたスタイルだ。ペイネの作品には、絵とともに明確な物語性が含まれている。この物語とイメージの融合は、西洋の叙述絵画、ナラティブペインティングの伝統ともつながるが、同時に漫画、特にフランスの史上的バンドで死ねの先駆的表現とも言えよう。吹き出しのように言葉が絵の中に入る表現、小回りはないが、時間の流れを一枚の画面に内包している情緒に満ちた恋愛描写は、20世紀中盤の史上漫画の元祖的存在とも言える、ペイネのスタイルは、一見すると、今日のコンテンポラリーアートの潮流、例えば、ポリティカルアート、コンセプチュアルアート、インスタレーションアートといったものとは距離があるように見える。しかし、現代アートが持つ、問いかけや再定義という性質で見るならば、ペイネは美術館の中でしか成立しないアートの正当性に対して、誰の心にも届く、日常都市の間にある美を提示している。これはまさに、現代アート以後の
ポストモダン的価値観。つまり、ハイアートとローアートの境界を取り払うという思想と響き合っている。イラストレーションとアートの間アートの民主化についても触れておこう。ペイネの作品割とグラフで量産され、ポスター、ポストカード、カレンダー、果ては皿や時計などに展開された。このように、アートを複製によって生活に浸透させた点は、ウォーホール以降のポップアートの潮流とも共通する。ウォーホールはキャンベルスープをアートに、ペイネは恋人たちの日常をアートに。この二人は対照的でありながら、芸術と消費社会というテーマで地続きだ。絵画とイラストレーション、交渉と大衆、古典と現代、絵と物語、アートと漫画、これらすべての境界を軽やかにまたいでしまう存在がペイネと言えよう。ペイネがフランスという伝統芸術への傾倒が強い文化圏に属したことで、アカデミスム主流の20世紀の美術館では、その進化が十分理解されてないかもしれないが、コンテンポラリーアートの先駆者としてのレイモン・ペイネの進化を再発見すると同時に、現代美術と現代社会が置き忘れた、レイモン・ペイネの絵の持つ優しさの力を再評価する時かもしれない。近年、日本の漫画とその表現手法は、アート市場において急速に評価を高めている。村上隆は、オタク文化やアニメのビジュアルを引用したスーパーフラット理論を展開し、ポップカルチャーと現代アートの融合を主導しました。奈良義朝は、少女漫画的な眼差しと内面の葛藤をキャンバスに表現し、世界中に熱狂的ファンを持ちます。六角綾子は、カラフルで即興的な筆致により、幼児の落書きのような純粋さを武器に国際的に成功。このような漫画的様式の再評価の背景には、世界のアート市場が視覚的即時性、物語性、キャラクター性、ノスタルジアとポップ感覚を強く求めるようになったという大きな潮流がある。その原点にいたのが、フランスの市場画家、レイモン・ペイネとアメリカのポップ革命家、ロイ・リキテンシュタインだ。レイモン・ペイネは、詩的な恋人たちシリーズで知られる、千と死の巨匠、フランスのバンドで死ね、フレンチコミック的感性と民衆のロマンティシズムを融合し、一枚の絵に物語が宿るという思想は、後の日本の市場漫画、また、奈良義朝の一部のスタイルを呼び起こした。リトグラフによる複製と拡散により、アートの民主化を図った点で、ウォーホールと並ぶ存在とも言える。ペイネの作品は、絵画であり、詩であり、漫画であるという三重構造を持つ、極めてユニークな表現だ。ロイ・リキテンスタインは、アメリカのポップアートの中核的存在であり、漫画の1コマを巨大なキャンバスに拡大し、商業的イメージをアートの文脈に引き込んだ。特徴的なベンデイドット印刷風の点描を再現し、機械のように描かれた絵画をテーマに、これは芸術家という問いを投げかけたコンセプチュアルアートの先駆けでもあるリキテンスタインの作品は、漫画を絵画に昇華させる試みとして、完全にコンテンポラリーアートの枠内で語られる、共通するのは、どちらも漫画的表現の力を信じ、それを高い芸術表現へと昇華した点にあるだろう。20世紀に圧倒的な人気を誇ったレイモン・ペイネが、なぜに11世紀に新たに注目を集めているのか、現代アートが複雑化し、意味の読み取りに高度な知識が要求される今、ペイネの作品は逆に誰にでも届く愛の詩として、人々の心を癒し、情報に疲れた若者たちにも、優しさへ純粋さを届ける力を持っている。NFT やデジタルアートとは対極にある、手書きの温かさ、少女漫画、イラスト市場表現など、現代の創作文化の源流としての価値、ペイネは、
アートとイラスト、詩と現実、大衆と芸術の境界を静かに越えた先駆者であり、世紀を超えた普遍的な価値を有する彼らの作品が、ただ可愛い、懐かしい、美しいだけではない。深い芸術思想と時代批評性を持っているという点にも言及しておこう。レイモン・ペイネ・トリキテンスタインこそが、漫画イコール現代美術という巨大な潮流の礎を築いた二大巨人であり、現在の村上隆、奈良義朝、六角綾子、さらには現代の SNS 系アーティストにまで影響を及ぼす、美と物語の源流と言えよう。